こんにちは。今回はこちらのガマ口を編んでいきます。白いレースのような編み地にフリルをつけて編んでみました。よかったら編んでみてください。今回はこちらのセリアさんの丸型の口金を使用します。ここからここまで約8センチになっています。他の口金を使う場合は開いた口金と同じくらいか、今回はすっぽり入るくらいの少し小さめの円でちょうどいい感じでできました。糸もセリアさんで購入したソロフィムで編んでいきます。カラーナンバーは1番と9番で、アクリル 100% でかぎ針は4号から5号になっています。今回は5号を使用します。それから口金をつけるときに手芸用のクリップやマーカーがあると便利です。ワンポイントをつけても可愛いです。今回この口金を3つ使って、全部ここの開閉が硬かったんですけども、説明書に緩くしたい時のやり方がありましたので、やってみました。この向きでこことここを持って、でギュッと力を加えて、ここの両端の蝶つがいのところの微調整で緩くするみたいです。ここの反対側をすると硬くなるみたいです。こちらを向けて、こことここですね。ここをこんな風に持って、結構力を入れて、ここのとこですね、蝶つがいのところを少しずらす感じでやるみたいです。ギュッとして、これでどうかな。ちょっとまだ硬いですね。もう一回力を加えます。ギュッとして、こんな感じですね。今こんな感じなんですけども、もう一回力を加えていこうと思います。こことここを持って、で力をギュッと入れます。ちょっと斜めになりましたね。これでいい感じです。力を加えすぎると破損の恐れがありますと注意点も書かれていますので、様子を見ながらされるといいと思います。ではこちらの糸を5号で細編み6目スタートの円を8段編んでいきます。円の編み方はお好きなパターンで大丈夫です。今回はこちらのパターンで8段まで編んでいます。口金と同じくらいの大きさまで編んできてください。円の編み方がよくわからない方は、こちらの動画で解説しています。よかったら参考にしてください。では、細編み6目スタートの円を1、2、3、4、5、6、7、8と8段編んできました。直径は約 7.5 センチです。では次の9段目から増減なしで3段細編みを編んでいきます。
まず鎖一つで立ち上がります。最初の細編みの頭に針を入れて、ここから一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。必要な方はこの最初の細編みの頭にマーカーをつけて、ぐるっと一周編んだらここに引き抜いてください。では増減なしで3段編んでいきます。では増減なしで3段、全部で11段まで編んできました。では次の段から違う糸で編んでいきますので、ここで糸をカットして引き抜きます。では糸始末をしておきます。次はこちらの糸で編んでいきます。では白の1段目ですね。最初の細編みの頭に針を入れて、白い糸をこちらに持ってきます。ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて、糸を持ってきて、ここから編んでいきます。この段も一周増減なしで細編みを編んでいきます。できたらこの白い糸を手前に持ってきて、編みくるみながら編んでいきます。まず鎖一つで立ち上がります。一つ目の細編みの頭に針を入れて、細編み、次の細編みの頭に針を入れて、細編み、また次ですね。こんな感じで増減なく一周編んでいきます。では一周編んできたので、最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めておきます。では白の2段目ですね。この段は細編みの筋編みを一周編んでいきます。拾うところは細編みの頭の2本の糸の向こうの1本、ここを拾って細編みを編んでいきます。次はここ、次はここですね。向こうの1本拾って細編みを編んでいきます。まず鎖一つで立ち上がります。最初の細編みの頭の向こうの1本拾って細編み、次の細編みの頭の向こうの1本拾って細編み、また次ですね。向こうの1本拾って細編みを編んでいきます。こんな感じで頭の手前の1本が筋になって残ってますね。後でこの1本拾ってフリルを編んでいきます。では筋編みが1段編めました。次は細編みと鎖編みを交互に編んで模様編みを編んでいきます。まず鎖一つで立ち上がります。最初の細編みの頭に針を入れて細編み、そして鎖。この鎖はあまり小さくならないように細編みの頭と同じくらいの大きさになる感じで編んでいきます。鎖を編んだら下を1目飛ばした次のところ、3つ目の細編みの頭に針を入れて細編み、そして鎖。鎖を編んだら次を1つ飛ばした次のところに
針を入れて細編み、そして鎖、交互に編んでいきます。一つ飛ばした次のところに針を入れて細編み、鎖、こんな感じで一周編んでいきます。ではぐるっと一周編んできました。最後に鎖を編んだら下が一つ残ってますね。そしたら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では模様編みの2段目以降も細編み、鎖と同じ編み方で編んでいきます。まず鎖一つで立ち上がったら最初の細編みの頭に針を入れて細編み、そして鎖、次の細編みの頭に針を入れて細編み、鎖、また次の細編みの頭に針を入れて細編み、鎖、こんな感じで細編みの上には細編み、鎖の上は鎖という感じで同じ編み方で編んでいきます。では模様編みをここから1、2、3、4、5、6、7、8、9と9段編んできました。ではここで糸をカットして引き抜きます。では白いところの高さは約4センチで、全体の高さは約9センチになっています。横幅は約 9.5 センチです。ではここの筋編みの筋を拾ってフリルを編んでいきます。最初と最後の間の目が少し離れていて分かりにくいので、この辺りから編んでいきます。ここが境目ですね。境目のすぐ左が最初の筋ですね。そして境目の右のところが最後の筋ですね。ここにマーカーをつけておきます。では右のマーカーの目に糸をつけていきます。ここの筋に針を入れて糸を持ってきて一度結んでおきます。同じ筋に針を入れて糸を持ってきてここから編んでいきます。そしたら次の筋のところに中長編みを3目編んでいきます。ここのマーカーを外してここの筋ですね。針に糸をかけてここに針を入れて糸を持ってきます。そして全部引き抜いて中長編み、また針に糸をかけて同じ筋を拾って2つ目、また同じ筋を拾って3つ目、そしたら次を飛ばした次のところに針を入れて引き抜きます。こんな感じですね。そしたら針に糸をかけてここの次のところですね。次の筋を拾ってここにまた中長編みを3目編んでいきます。1、2、3、次を飛ばした次のところに針を入れて引き抜きます。
また針に糸をかけたら、次のところ、次の筋を拾って3つ編んでいきます。1、2、3。次を飛ばした次のところに針を入れて引き抜きます。こんな感じですね。これでぐるっと1周編んでいきます。では1周編んできました。最後中長編みを3目編んだら、ここに1目残っています。そしたら最初のところですね。最初の筋のところに針を入れて、ここで引き抜きます。そしてカットして引き抜きます。では糸端を裏に持っていって、同じ白いところで糸始末をしておきます。ではこんな感じにできました。では口金をつける準備をしていきます。こんな感じに両端の細編みの頭にマーカーをつけます。1周が48目なので、こちらと向こうそれぞれ24目ずつですね。なので1目目の細編みの頭と、ここから24目数えて、で25目目の細編みの頭、ここにマーカーをつけておきます。そしたらここの真ん中あたりの下の方にも、こちらと向こうにマーカーをつけます。そしたら口金のここの部分にそれぞれマーカーをつけていきます。ここの穴の中に通して固定します。こちらも穴に通して固定します。ここの最終段を口金の中に入れていきます。それぞれの真ん中の位置を合わせます。こんな感じですね。そしたらまず真ん中にクリップを留めておきます。そしてこことここにも留めておきます。では糸を少し長めにカットして針に通しました。そしたらここの端から2番目の穴に裏側から通していきます。そして今度は一番右端ですね。ここに通して、また同じところに裏から通していきます。この端のところはもう一度通しておきます。次はここに裏から刺していきます。で、右ですね。返し縫いのようにしてつけていきます。
とずらして、で、次はここですね。こんな感じで返し縫いでつけていきます。で、こちらの端のところも2回糸を通していきます。こんな感じですね。そしたらここの糸の出てるところからに針を入れて、少し遠くのところまでこんな感じで糸を出します。で、この辺で玉留めをして、表に響かないように糸をすくって、ここで糸をカットします。こんな感じですね。そしたら反対側も同じようにしていきます。2つ目の穴から縫い付けていきます。
中にティッシュを詰めると形が整います。では完成です。いかがでしたか？よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。